Ahsoka Tano. Hi everyone, this is Jim from Saber Art Studio. 今回もですね、カスタムライトセーバーのレビューの動画になります。今回、商品ご提供いただきましたのは N セーバーズさんになります。提供いただきましてありがとうございます。はい、それでは早速ですね、ボックスの方の開梱していきたいと思います。はい、今回は、何のやつでしょうか。じゃじゃん。はい、さあ見てください。アソーカですね。はい、以前にもアソーカのカスタムライトセーバー紹介したことあったと思うんですけども、前回はですねスタント風セーバーのアソーカモデルの紹介でした。今回は、プロップの方のリアルプロップ寄りの方のモデルの紹介になります。2本目の方もね出していきたいと思います。じゃじゃん。はい、こんな感じでございます。はい、はい、N セーバーズさんですね。TX9 セーバーを取り扱っているんだと思いますが、以前の、このタイプのモデルはですねモデルチェンジがあったようで、形状がですねよりリアルなプロップに寄ってきたかなというイメージです。以前もう少しね角張ってた感じだったかと思うんですけども、はい、ちょっとぐるっと見ていきましょうか。こんな感じですね。少しずつ、リアルプロップに寄せてきているなというところで、以前よりいいなというふうに個人的に思ってます。あと、今回はここの D リングのところですね、ウェザリングバージョンになっていて、錆びてるような、これウェザリングっていうかマジで錆びてんじゃないかなっていう感じしますけどね。はい、まあ多分アソーカのドラマの方なのかなという感想です。こんな感じですね。はい、でボタンが2ボタン式です。こことここですね。まあ個人的にはアソーカ1ボタンでいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、はい、同梱物ですね。はい、ブレード、2本入ってました。ただ、82センチが2本入っちゃってたので、個人的にはもう1本の方短い方にしたいなという感じですね。あとは、ブレードいわゆる充電ケーブル類ですね。これも2本分入ってます。あとこういうロゴのついた名板とブレードプラグも2個ついてます。あとは、マニュアル類と、ディスプレイスタンドですね。はい、あとなんか謎の、これ何ですかね。これなんか謎のパーツがついてます。これちょっと私用途不明です。はい、じゃあね、ヒルトの方より詳しく見ていきたいと思います。まず短い方からですね。こんな感じです。握った感じこんな感じですね。前よりちょっと小型化したかなって感じしますね。前は本当にここ角張ってたんですよね。でもなんかより楕円ヒルトに近づいたっていう感じですね。はい、長い方こんな感じですね。はい、まあすごいかっこよくなってきたんじゃないかなっていうところで、結構割と最初手に持った時はテンション上がりましたね。はい、はい、で起動させていきます。はい、なんかあれですね、ボリュームがちっちゃいっすね。なんかだいぶボリュームちっちゃいですね。ちょっとこれ調べてみたんですけど、一応ボリュームの設定はマックスになってました。重さなんですが、かなりずっしりきてますね。はい、音はだいぶ
小さめですね。ちょっと比較のために8分の7インチのブレードを置いてみたいと思います。こういう感じですね。はい、結構だいぶ細めなんじゃないかなと思いますが、はい、いかがでしょうか。じゃあちょっと中身の方を分解していきたいと思います。ちょっとどうやって開けるのか不明ですが、いろいろネジを外す感じっぽいですね。外れました。はい、はいはいはい、こんな感じですね。はい、中身こんな風になっていました。見えますかね。これはあれですね、シャーシを取り外せるタイプじゃないですね。もうフィルトにこう埋め込まれてるような、タイプのやつになるのかなと思います。はい、今回これサウンドボードに関しては SNV4 Pro が入っていますが、個人的には何度も言うようにプロフィーボードがおすすめしております。購入の際はですね、プロフィーボードの方を購入されることをおすすめします。はい、でキルスイッチもここについております。でここがタイプ C の、ポートで給電ポートですかね。はい、入ってます。はい、で、バッテリーに関しては18650の 3200mAh が入ってました。保護回路付きのものが入るようになってました。はい、その点はすごくいいかなと思いますので、こういった他のキープパワー製などのバッテリーを入れることができる感じですね。小さい方のやつも開けてみましたが、小さい方、ここにねスピーカーが見えてきましたので、ちょっとこれ見てみたいと思います。はい、こんな感じですね。見えますかね。ここにスピーカーが入ってます。 24mm ですかね、パッと見。これはいや 22mm かもしれないな。はい、だからボリュームがちょっと小さめだったのかもしれないです。あとはちょっとこう反響するようにね、作られてないと思いますんで、それも原因の一つかなというふうには思いました。はい、だいぶ分解が進んできましたね。はい、はい、ちょっとですね、こちらネジを舐めそうなので、ちょっとこれ以上分解するのは一旦やめにしました。はいね、これちょっとどっかで見たことあるようなデザインではあるかなと思うんですけど、ちょっとですね、これシャーシを外した状態で、起動させると結構ボリュームが出ましたので、ちょっと聞いてみてもらいたいと思います。いかがでしょうか。かなりね音大きいかなと思います。このメーカーの他のモデルと比べても遜色ないぐらいの大きさの音が出てるかなと思います。なのでこれシャーシとあとヒルトの構造の問題でどうしてもここ覆われてしまうんで、音がちょっとね聞こえなくなってしまうのはもうちょっとこういう仕様の問題かなというふうに思いました。はい、はい、でここのボタンがネジ式の、プランジャースイッチになっていて、下にスイッチがあるのが見えます。はい、ということで、元に戻してきました。こちらですね、中のシャーシにアクセスするのに、
いろいろ外さなきゃいけないネジがたくさんあるので、あまりこう分解するのはちょっとおすすめはしないですね。見た目のデザインとしては、かなり以前と比べて改善がなされたかなというような印象です。はいね、じゃあ早速ちょっとこれブレードもつけて起動させていきたいと思います。はい、じゃあブレードの方つけましたので起動させていただきます。起動させていただきます。